さあ、今回はですね、1型糖尿病の治療における、革命とも言える可能性について見ていきたいと思います。100年以上も続いたインスリン注射の時代が、ついに終わりを迎えるかもしれないんです。ちょっと想像してみてください。毎日何度もインスリンを注射する生活。これがもう1世紀にもわたって続いてきた現実でした。でも今、科学はその大前提をひっくり返そうとしてるんです。これまでは失われたものを補うだけだったのが、これからは失われたものそのものを作り出す、そんな全く新しいアプローチが出てきたんですね。はい、じゃあですね、この新しい治療法がどれだけ画期的なのかを理解するために、まずは今の治療が抱えている、根本的な問題から見ていきましょうか。インスリンの発見はもちろん多くの命を救った大発見だったことには変わりないんです。でもあくまで代替品なんですよね。健康な人の膵臓っていうのは血糖値に合わせてもうミリ秒単位でインスリンの量を微調整してくれるんですけど、注射だとどうしてもその精密なコントロールは不可能なんです。これが長年の大きな課題でした。ここで根本的な原因をはっきりさせておきましょうか。1型糖尿病っていうのは、いわゆる生活習慣病とは違って自己免疫疾患というものです。つまりですね、本来なら体を守ってくれるはずの免疫システムが、なぜか勘違いして自分自身のインスリン工場、このベータ細胞を敵だとみなして攻撃しちゃう、そういう病気なんです。じゃあなんで単純に新しいベータ細胞を移植しちゃダメなのって思いますよね。このスライドがまさにその答えなんです。問題はその勘違いを起こした免疫システムが新しく入ってきた細胞のこともやっぱり敵だとみなして攻撃してしまうことなんです。これが根治を目指す上でとてつもなく高い壁になっていたわけです。でもですね、科学者たちはこのとんでもなく高い壁を乗り越えようと、全く違う2つの、楽器的な地図を手に入れたんです。まずは1つ目の道、ゼロから新しい細胞を作り出すっていうその解決策を見ていきましょう。この1つ目のアプローチでは、まず研究室で人の肺性幹細胞っていうのを使うんですね。でこれに特定の化学物質とか成長因子を、順番に加えていくことで6段階のプロセスを経て、まるで本物のインスリン工場みたいな細胞の塊、膵糖用クラスターへと育てていくわけです。まさにゼロからインスリン工場を建てる、そんなイメージですよね。じゃあこの方法の一番すごいところって何だと思いますか？それは供給量なんです。臓器移植っていうのはどうしてもドナー不足っていう問題がありますけど、この方法なら理論上は必要なだけ膵糖細胞を作り出せるんです。まさに治療の規模を根本から変える可能性を秘めてるわけですね。ただ、もちろん良いことばかりじゃありません。トレードオフがあるんです。せっかく作ったこの新しい細胞もそのまま移植したんじゃ、やっぱり免疫システムに壊されちゃいます。なのでこの治療法では免疫の働きを抑える薬、つまり免疫抑制剤を生涯にわたって飲み続ける必要があるんですね。じゃあ免疫抑制剤を使わずに済む方法ってないんでしょうか。そこで登場するのが2つ目のもっと野心的なアプローチなんです。こちらではまずドナーの方から提供された膵糖細胞からスタートします。そしてクリスパーっていう有名な遺伝子編集技術を使って、この細胞にいわば透明マントを着せちゃうんです。これによって免疫システムが敵が来たって認識できなくする、そういう作戦ですね。この透明マント、実はものすごく巧妙な3段階の作戦でできてるんですよ。まずステップ1、免疫システムの攻撃部隊キラー T 細胞から見つからないように細胞の顔みたいな役割の MHC っていうのを消しちゃいます。次にステップ2、今度は司令塔役のヘルパー T 細胞からも隠れるために別の種類の MHC も消す。そして最後の仕上げ、ステップ3でパトロール隊の自然免疫細胞に対して僕は味方だよ、食べないでねっていう特別な信号を出すようにするんです。すごいですよね。このアプローチがもし成功したら、そのインパクトはもう計り知れないですよ。免疫抑制剤の副作用に悩まされることなく、誰にでも移植できる既製品の治療法が生まれるかもしれないんですから、まさにゲームチェンジャーです。さあ、ここまで2つのアプローチを見てきましたね。ゼロから細胞を作る道と、元ある細胞を編集して見えなくする道。これ一体どっちが優れてるんでしょうか。ここでちょっと直接比べてみましょう。このスライドを見ると2つのアプローチの出発点の違いがすごくよくわかりますよね。左の幹細胞アプローチは
いわば設計図から細胞っていう製品を大量生産する、工業製品みたいなイメージ。一方で右の見えない水道アプローチは、ドナーの方からいただいた貴重な素材に遺伝子編集っていう最先端の加工を施す、まるで職人技のようなイメージって言えるかもしれませんね。この表でポイントを整理してみましょう。まず、幹細胞アプローチは何といっても供給量が無限っていうのが魅力ですよね。でも免疫抑制が必要。一方、見えない水筒アプローチは免疫抑制がいらなくなるかもしれないっていう大きな可能性がありますけど、ドナーの数にどうしても左右されちゃう。まさに一長一短ですね。じゃあ実際の効果はどうだったのか気になりますよね。まず幹細胞アプローチです。これがすごいんですよ。なんと治療を受けた12人の患者さんのうち10人がたった1年でインスリン注射から完全に解放されたんです。いやー、これは驚くべき成果ですよね。そして次が本当に衝撃的なんです。見えない水筒アプローチはどうだったか。最初の12週間のテストで必要だった免疫抑制剤の量、なんとゼロです。全く使わなかったんです。もちろんね、まだたった一人の患者さんでの結果ですけど、それでもこれはとてつもなく大きな一歩と言えるでしょう。はい、というわけでどちらのアプローチも本当に有望で目覚ましい結果を見せてくれましたよね。ただこれがすぐに全ての患者さんに届くっていうわけではないんです。ここからは実用化に向けてこれからどんな道のりが待っているのか、それを考えていきましょう。こんなに素晴らしい結果を見てきちゃうと、もう誰もがこう思いますよね。結局どっちの道が根治につながるのって。ここでちょっと冷静になる必要があります。まだ課題も残ってるんですね。例えば幹細胞アプローチの方はやっぱり長期間免疫抑制剤を使い続けることによる感染症とかがんのリスクが心配されます。一方で見えない水筒アプローチはまだたった一人の患者さんで、しかも短い期間のテストしか終わっていない。結局どちらのアプローチも長期的に本当に安全で効果があるのかを証明するにはもっともっと研究が必要なんです。まさにこの研究が掲載された医学雑誌の言葉が全てを物語っています。これらの研究は有望ですが予備的なものです。長期的な有効性と安全性を確立するためには追加の慎重な追跡調査が不可欠ですと。そう、科学の世界ではこの興奮と同時に慎重さっていうのがものすごく大事なんですね。この結果はゴールじゃなくて新しいスタートラインなんです。でもここでめちゃくちゃ面白い可能性が浮かび上がってくるんですよ。もしこの2つのアプローチがライバル同士じゃなくて最高のパートナーになれるとしたらどうでしょう。つまり幹細胞アプローチが持つ無限の供給力と見えない水筒アプローチの免疫から隠れる技術、この2つを組み合わせるんです。これこそがもしかしたら究極の解決策になるかもしれないんですよね。もう一つはっきりしたことがあります。それは目標がもう単なる病気の管理じゃなくて本当の意味での根治へと完全にシフトしたっていうことです。100年も続いた注射の時代がいよいよ終わろうとしている。問題はただ一つ。その未来は一体どれくらい早く私たちのところにやってくるのかということですね。